コレコーズをやっております堂岡武と申します。神保町でやっております。水道橋九段下神保町駅から歩いて5分ぐらいですね。各駅から重箱の隅をつついたようなと言いますか、サイケデリックとかクラウドロックとかプログレッシブロック、別に狙ってるわけではないですけど、Spotify とかシャザムで検索しても上がってこないレコード屋と言われておりますね。僕は自分自身も音楽をやっておりまして、機材でディレイと言いますか、テープディレイとか集めるのが好きで、ローランドのスペースエコーとかアナログディレイのテープマシンとかにエコーっていう言葉が刷り込まれてきたと言いますかね。覚えやすいしシンプルなワンワードみたいな、カラオケのエコーって昭和のおばちゃんとかも言いますもんね。いやもうこれはね、ほんまに正直言わせてもらったら、大学も出て就職もせずにずっと音楽やってたんで、それで自分の創作のために集めていてレコードに興味を持てたっちゃ持てたんですけど、それでじいさんになったらレコヤでもやるかと。潰し聞かないから、自分のバンドの物販とかで、当時はそんなたけしレコードみたいなそんな感じでしたね。売ったりとか、最後はやりてえなみたいな感じでうっすら思ってて、海外に仕入れも行きたいなとは思ってたんですけど、ロンドンにもちょっとポソポソ友達がいまして、コロナ前に友人の結婚式で誘われまして、僕の曲とドノバンのカバーやったんですけど、ハピネストランス、めっちゃ結婚式向けのいい曲なんですけど、それでちょっと足台出してるで、シドバレットのゆかりの場所っていうんですかね、マッドキャップスのとことか行ったり、あとやっぱ死ぬまでにちょっとニック・ドレイクのお墓参りに行きたいいうのもあって、そんな観光半分友達を祝うのもあって、けど自分のためにやっぱ UK 版欲しいなと。 UK 行く前に僕三鷹のちょっと広いとこ住んどったんですよ。でバイク乗りでバイクの駐輪場込みで UK はちょっとブラブラしばらくは行きたいからと思って、その間家賃払っとくのも嫌やったし、適当に西東京市でめちゃめちゃ3万なんぼで安いとこあったんですよ。そこに、自分のレコードのストックと楽器ぶち込んで、夏やったんでエアコンつけっぱで行って、友達の結婚式で歌うて、でそこら中のマーケット行って、その前に一応 E メールでトレードの商談はしといて、で、トレードの材料持っているだけ持って行って、で帰ってきて自分の自転車がパンクしとったんですよね。もうそんなん一回も荷物預けてぶち込んで住んだとこのない土地やったから、どこにチャリアがあるんやろうと思って、で Google で近くの自転車や、ほな近所にたぬきサイクルいうとこがあって、でそこが変な自転車屋さんでフレーム作ってあったりとか、外でみんなで塗装してたり、みんなビール飲んでたりとかしてたから、でそこよう行って遊びに行って、そこでコロナになるんですよね。コロナが始まってすごい閉塞感のある時期やったんで、それこそ大手のレコード屋さんも閉まって、相手のリサイクル、個人店舗のリサイクルショップがね、もうディグれない人がリサイクルショップに溢れてた時期というんですか。でライブとかそういうイベントごとも自粛。その自転車屋のオーナーさんがすごい心意気のある人で、横にコンテナみたいなの作らはって、でそこでコロナで失職した方とか、週替わりでカフェとかバーのマスターが入って、その一角をタケちゃんもやらへんかと。自分自身の中でもう最後の最後に地元でやりたいなぐらい思ってたんですよ。駄菓子屋やるじいさんみたいな、そんなんいます。その時はもうエコーレコーズでもう決めてたから、看板とか作って、ほんで置いといたらもう死ぬほどみんな買うてくれはって、すごい喜んでもらったとか、あの時やっぱみんな大変やったし、衣食住みたいなものがやっぱ優先されるのは当たり前だと思うし、けどやっぱりあの時みんな街の空いてるリサイクルショップでディグってたおっちゃんやら思い出すと、しょうもないもんって言うたらなんですけど、なくても死なないみたいなもの
は大切やなと思えたと言いますか、良くも悪くも。本当に良くも悪くもコロナがあったからなんかやらななって思いました。ここでオーナーやってはった女性の方と僕は友達だったんですよ。彼女は神楽坂でまんじゅうカフェやってはって、ほんで東京オリンピックでその神楽坂のカフェが立ち退きや言うて、ほんでやり手の女性やったんででここの物件見つけはって、でその時にそのオーナーのお兄ちゃんが現代美術家で上はギャラリーとして動かしていくよね。僕もちょっとオープンの手伝いしたりとか、ほぼほぼボランティアでここの音響組でそのおばちゃんのものやったんですけど、もう田舎に山奥に引っ越さはっても引退者でここをかっこいい場所に使ってほしい。で僕も最初は下の曲がりやったんですよ。紆余曲折ありまして、もう全部借りることにして名義も変えて今に至ります。なんかご縁と言いますか、今月もありがたいことで取材3本入って散歩の達人でしょ。ほんでタイムアウト東京、ほんでみんなね決まって神保町言うんですよ。タイムアウト東京もその世界でなんかかっこいい年ランキング今年神保町が1位なんで、みたいな、それ誰決めたんですかみたいな結局みんな結構個人店舗が増え始めて、神保町界隈歩くだけで面白いんじゃないですよ。なんか大学もあるし、学生の人とサラリーマンの方、あと観光客、渋谷とか下北じゃないんでいろんな人がこう入り乱れてる場所っていうかね、レコード好きな人、古本屋にもね2時間ぐらいおれる人みたいなね人多いと思いますけど、いろんなとこブラブラ歩いていけるんですよね。普通にテクテク歩いてたら史跡の看板とかあるし、皇居とかも普通に歩いていけるし、面白い街やなと思いますわ。うち武道館から一番近いレコ屋なんですけど、売り文句にもなれへんんですけどな。でそこをみんなブラブラしてうちに寄ってきて、袋開けてこんな本買ったわとか、これ見ろよみたいな、売ってくれやみたいな、そういうやり取りが、できるバーカウンターもございます。景色も綺麗やし、夏は大変ですけど西日がいっぱい。散策の途中とか終わりとかに使ってもらえるようなところはありますね。もううちだけと違ってもいろんなとこ行ってもらったらもう一日あっても足らへんような街やとは思います。飯もうまいとこ多いし。例えばローリングストーンズであるとかビートルズであるとかキングクリムゾンでありますとか、そういうものはあまりうちには置いていなくて、例えばABCDEFG ってありますと、Z とから遡った方が近いみたいな、これ級の話ですよ。その ABC 順の棚の話じゃなくて A 級 B 級 C 級というものはあまり置いていなくて、いわゆるそういうミュージシャンの方が素養にしてきたような音楽というか、ルーツミュージックといいますか、なんかマニアックとか言いたくはないんですが、あまり知られてないものをもうギリギリのバランスで扱いない。ただ正直売れないので、そこの何というんですかね、バランスを取るのが大変と言いますか。それこそニッチなんて普通に日本語になっちゃってますけど、幅の広い意味で幅が狭いと言いますか。自分の本心的には別にそんなマニアックやなみたいな言われるものを置いてるつもりはないんですよ。結局自分が説明できたり、自分が愛情を持ってこう進められるものしか置きたくないなと。背伸びしたくないし、ほんまに流行り廃りで言うともう関係のないところに行こうともしてるし、結果なってるっていう、そんなん正直お客さんに決めてもうたらええし。例えば僕古本屋さん大好きですごくハッピーな場所にでやらさせてもらってるんですけど、もう何時間でも入れるとこもあればあかんなみたいなとこもあるわけじゃないですか。メシアでもそうやし、会う人が会ってくれたら損でええというか、いわゆるアンダーレーテッドっていうか、スポットライトが当たらないミュージシャンとかもう5万といるわけで、
それの仲介者になれれば嬉しいと言いますか。動家さんが思う基準とかってあります？ありますね。で僕もやっぱり最初はシド・バレットのこととか考えてもやっぱりドラッグと音楽っていうのは最初のサイケデリックミュージックのね、けどなんかもっと広い意味でのサイケやなとかパンクやなとか、これめちゃめちゃかっこええなっていう意味で使ってるサイケとか、これアンビエントとかは言わないですよ。アンビやかって僕の中ではサイケと言いますか、ワールドミュージックとか小泉文雄さんの現地録音シリーズが大好きで、あれは本当にねお求めやすい価格で売れるし、安版やから言うて面白くないというわけではないし、いわゆるこうサイケデリックミュージックだけを扱うんじゃなくて、僕が思うサイケいうか、それってみんなあると思うんですよね。人それぞれにあったらいいと思うんですよ。ぶっちゃけ音楽をこうジャンルに分けていく作業っていうのはあんまりしとないことなんですけど、落とし込みたない。だってもうどこにも置かれへんみたいなやつあるわけですもん。あとアーティストの仕切りが異常にあるみたいな。でいつもジョイディビジョンとかないみたいなね。缶のとこないみたいな。もう作らんでええやん。そんなないやったらええやんみたいな。どこに何かあるって分かってたら探す喜びもあれへんし。もうそれこそディグなんやから。だからあえてそうしてます。アーティストで分けるって。だってもう見えてるって夢ないじゃないですか。いわゆるサイケとは程遠いようなワードと思われていても、ドゥアップとか、ジャズとか、何もスピリチュアルジャズとかフリージャズだけがこう親和性があるとは思わないし、だから人それぞれの分母にちょっとだけこう染み込めればいいなぐらいのやんわりしたジャンル分けでいたいなとは思うんですけどね。インフルエンザに小児の時になってもって学校休めるみたいになって、ほんでスラッシンっていうね、ダウンヒルのスケボーの映画を午前中から、僕は滋賀なんでね、琵琶湖ブロードキャスティングっていうんですけどテレビ東京から買うたなんか午前中のロードショーみたいなやつでスケートの映画見て、でその後ろでかかってるのをパンクの音楽を聴いて、そこからスケボーもやるようになって、それで小学校の時に、滋賀県やから誰もスケーターなんていないんです。ただウィンドサーフィンがその滋賀はようさんやってはる人やって、隣町にスポーツランドいうとこがあって、そこのウィンドサーファーの正社員のお姉ちゃんが僕らのためにこうスケートの板とか、あとビデオとかすごいいっぱい輸入してくれて、パンクとかロックとかにハマるきっかけになったっていうか、なんせ田舎やけどなんかそうやって音楽に触れる環境にはあったんですよね。中学校か高校の時かな、マイク・バレリーっていうスケーターがいて、ベジタリアン、ビーガンじゃなくてストレートエッジなやつで、もうスケートロックとか、パンクとかかけてたのに、そいつが一人だけ変で、ライダーズ・オン・ダ・ストームをスケートやりながらベレベレベンとかやったりする。でももう衝撃を受けて、ジャン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 みたいな世界やったから、もうなんじゃこの音って思ったんですよね。マイク・バレリーが使ってた曲が、60年代後半のサイケが多かった。すげえこうマッチしてないその映像と音楽の感じがすごい好きになって、そっから60年代後半とかドアーズとか聴いてから、ストロベリークロックとかちょっとベタなところをもうレコヤに行くしかなかったから、 Google ないから調べてもそんなん出てこへんし、クラブ行ったり、クラブ言うても今みたいにこう BPM 合わすとかじゃなくて US インディーとかギターポップ、ネオアコ、サイケデリックガレージみたいな、そういうの DJ がかけてはったやつを、これ誰ですか言うて聞きに行ったりとか。高校の時にうちにあったんですよね、その応接間に。親父が多分タイマイはたいてハロタなんかのラジオのチューナーとかついて、今思ったら別に大したことないやつやけど、でレコードも数枚あって、でなぜかね、多分いとこのお兄ちゃんが
持ってきたやつなんですけど、T-Rex のメタルグルーの7インチがあったんですよ。でそれ爆音で聞いたらいい音やったんですよ。やっぱ CD の時代やったけど、めちゃくちゃ感動したんですよね。そのサウンドシステムが動いたことも感動したし、埃まみれの T-Rex もめちゃくちゃかっこよかったし、こりゃ幸福感が違うなというか、ライブの次ぐらいなんちゃうって思いましたね。別物でした。いやマジで別物やった。買ってくんだらもうレコードだなっていう風になってった。なりましたね。ただやっぱ田舎やからなかったから、最初はスーパーミルクっていう三条大橋渡ったと。僕が滋賀なチンチン電車乗ってスーパーミルクさんとホットラインっていうで、そこはやっぱ歌謡曲とか和物が強かった。ちょっとしたコメントとかが助けられたというか、うわこれ聞いてみよう、ジェスロタルプログレぐらいの感じですけど、それぐらいやったけど聞いてみようと思った。大阪はフォーエバーさんとタイムボムの小さい時とかキングコングさんとか行かしてもらってましたけど、もう知識も何もないし、ようそんな値段で買うたなみたいなやつようさんありますわ。そうですね。けどやっぱアナログの音に目覚めて、でレコード屋さん、関西でしたり、そのオーセンティックな有名な、ね、中古版屋さんに行くと、このおっさん不愛想やなみたいな、怖いなみたいな、上からやなみたいな、おっさんばっかりやったばっかりはちょっと語弊ありますけど、そういうところがやっぱ多かったんですよね。決してウェルカムではないというか、せめてほっといてくれたらええのに注意してくるとか、高圧的やったりとか、専門的なもん今ほどマジョリティが食らいつくもんでもないから、それでよかったっていうところもあって、今思えば昭和のええとこやなと思いますけど、なんかそれが嫌やったんですよ。せっかく素晴らしい音が鳴って、ジャケットもおもろいし、もうそれだけっすよ。それでハマっていった世界やったから、視聴をお願いすんのももう怖みたいな、無理みたいな、今みたいにシャザムとかないし、そういうのが言うたらなんですけど、反面教師になってるというか、入りやすいとこにはしたいし、でそれこそアナログかける環境がないって若い子もいっぱい来るし、ほんならもう安いので売ってあるから、俺一銭の得もならんけどヤフオクで送ったりとか共有してあげたりとかで、これ買うたら聞けるからなんせこんな素晴らしい世界があるっていうことを知ってほしいし、そんな怖いとこちゃうし、みんなでこうね幸せを共有したらええんちゃうってほんまに思うんですよね。ほんまにサロンみたいな音楽好き、文学でも映画でもで、うちいろんなお得意さん来るけど、もうそれこそもう医者の人とか大学教授とかもいるけど、普通にサラリーマン、近所のサラリーマンやってある人とかサボりに来てくれはったりね、サボりディグみたいなのしてくるし、出版系の人も多いし、でみんながお客さん同士で仲良くなってんねん。それはなんか酒飲めたりコーヒーしばけたりするから、もうそれ見たらもう泣いてまうみたいな。俺が介在せんでも音楽の話やら映画の話やら文学の話やら、別に普通に飯の話やら、そこの中華うまかったとか、あこがまずかったとか、であこのレコヤ最悪やったとか最高やったとか、もうそういう情報交換の場所にしてもうたらええし、俺もなるほどみたいな、自分がおもろい、働いてておもろい場所を作らんとなぁとは思ってます。これはやっぱりいろんな世代の人といろんな国の人と価値観を共有できるっていうこと、それはこう年の差とか言語の違いとかっていうのはないと思いますね。だからこそ僕はあんまり政治的なことはお店として言わないんですけれども、みんな平和にやっていこうよって、音楽ほんまにそういうことかな思って、うちはみんながサロン的にみんなが使っていってもらったら、それはもうやりがいしかないと。出会うはずもなかった、地球の裏の人とかね、気の合って話の合う音楽好きの人と出会えるし、言うたら中村八大と永六輔が絡んでる作品をくださいとか、
小学校の子が来てくれたらビャー言うて泣いてまいりましたね。だからなんか国境も言語も年の差も性別とかもいろいろな違いもあれど、けどやっぱり音楽好きなんやっていう人に日々出会えるのがめちゃくちゃ幸せですね。若い子にチャンスが与えられる言うたらあれですけど、なんかきっかけになるような場所になればいいなと思うし、まあ言うたら僕の世代とか僕より上の先輩、めちゃめちゃ詳しい人もぎょうさんおるし、なんかそういう人らが持ってるものを受け継いでいくみたいな、それのなんか僕がちょっとだけ橋渡しができたらええなぁって思います。それはもう別に何も金儲けでも何でもないと思いますけど、道楽的なもんやと思うんやけど、やっぱりなんかそういうシーンに出くわすとほんまに嬉しいし、やっててよかったなぁって思いますね。